皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールの戦術的解説をお届けします。この動画では左右非対称な3421をテーマに解説していきます。以前の動画では左右対称な形でポジショナルプレーを行う純粋な3421を紹介しました。ピッチ全体をバランスよく使いながら固定的なポジショニングで攻撃を組み立てる戦術です。ただ今回のテーマはそこからさらに一歩発展させた形になります。ベースとなる構造は同じ3421ですが、今回はあえて左右の対称性を崩すことで新しい攻撃の形を作っていきます。具体的には本来サイドハーフとして幅を取る役割を担っていた選手を中央でプレーさせます。これによってボール保持のバランスは少し失われますが、その代わりに中央に人数を集めることができ、より厚みのある攻撃を展開できるようになります。いわば固定的なポジショナルプレーと流動的な崩しの両方を組み合わせたような戦術です。実用性も高く、以前とはまた違った内容になっているので、ぜひ最後までご視聴ください。今回使用するスカットがこちらです。フォーメーションは3421をベースにして、そこからポジションエディットで動かしたものになっています。チームスタイルはポゼッションを使用します。また、今回は監督としてセスク・ファブレガスを使うことでタッチダウンパス A のリンクアップを戦術に組み込みます。今回は中央に人数を集める分、通常の3421よりもビルドアップの難易度が高くなります。そのため、このリンクアップによる前進のサポートは非常に重要な要素になります。では、それぞれのポジションについて解説していきます。まず、センターフォワードについて。ここは前回の3421と同様にラインブレイカーを起用します。最もシンプルに得点を狙えるプレースタイルであり、今回もフィニッシュの中心となる役割です。また、この戦術はクロス主体で攻めることはないので、自分が使いやすいラインブレイカーを選べば問題ありません。続いて OMF の選手。ここも前回同様2列目からの飛び出しを起用します。主な役割はライン間でボールを受け、ラストパスを供給することなので、パス数値の高い選手が理想です。さらに右の OMF には選手指示でプレーエリア幅制限を設定します。今回の戦術では右サイドにスペースを残しておくことが重要になります。これによって OMF がサイドに流れずポジションを中央に固定することができます。次に CMF。ここが今回の戦術の大きな特徴になります。本来サイドハーフだった選手を中央に移動させたイメージです。ここにはボックス2ボックスの選手を起用します。ボックス2ボックスは状況に応じて様々なポジションを取るプレースタイルであり、この流動性によって複数のタスクを担うことができます。さらに、ここにも選手指示でプレーエリア幅制限を設定し、ポジションを中央に固定します。続いて、左サイドハーフの選手。ここは実質的にサイドバックのような役割になります。そのため、スピードと守備能力を兼ね備えた選手が理想です。さらに選手指示でラインダウンを設定することで守備時には451のブロックを形成します。次に DMF について。ここは片方にプレーメーカーを配置し、リンクアップのセンターピースとして機能させ、もう片方にはアンカーを起用し、攻守のバランスを維持します。最後に3バックについて。左と中央はセンターバック起用で、特に左センターバックはボールキャリーが重要になります。そのためドリブル系の数値が70から80程度ある選手が理想です。そして3バックの右には右サイドバック起用で守備的サイドバックを配置します。これは左右非対称な配置の中で右サイドでのサポートを行うための起用です。以上が今回のスカット解説です。では続いてこれらの選手がどのように機能するのか、試合でのプレーを解説していきます。まずはタッチダウンパスのシーンを見ていきます。何度も触れているように今回の戦術は左右非対称な構造になっています。そのため以前解説した左右対称なポジショナルプレーと比べるとどうしてもビルドアップやボール保持の安定感は下がってしまいます。そこで重要になるのがタッチダウンパスです。このプレーを使うことで中盤を省略しながら一気に前進しビルドアップを完結させることができます。もちろんそのまま得点につながれば理想ですが、必ずしもフィニッシュまで持っていく必要はありません。単純に前進するための手段として使うだけでも十分に効果があります。ただし使いすぎると局面が安定せず逆にピンチにつながりやすくなる点には注意が必要です。状況を見ながら効果的な場面で狙っていきたいプレーになります。
I got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I look shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to Cloud 9. I'm the man, baby, I get the crowd hype. I turn the cadence of a hook into a soundbite. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. Let's go. If you're ready, let me know. Let me know. Let me know. If you're ready, let me know. Here we go. Let's go.次に解説するのがセンターバックのドリブルによる前進です。これは以前の動画でも紹介したプレーですが、今回は少し違った角度から解説していきます。ポイントになるのは左センターバックと右サイドバックです。ここでボールを持った時、縦に運ぶのではなく、外側へ斜めにドリブルすることが重要になります。相手は基本的に中央へのパスコースを切ろうとするので、これにより安全に前進することができます。そしてこのように外へボールを運ぶと、今度は相手がプレスでボールを奪いに来ます。そこで重要になるのが内側への切り返しです。外へのドリブルで相手を動かし、その逆を取るように内側へドリブルすることで、中央への縦パスのコースを作ることができます。このようにセンターバックのドリブルで外と内を使い分けながら相手を動かすことが、今回の戦術でボールを前進させる大きなポイントになります。次にボール保持の局面を見ていきます。ここでも右サイドバックがポイントになります。今回の戦術は中盤の選手にプレーエリア幅制限を設定しているため、右サイドには意図的に空白を作る形になっています。ただ、このスペースを使わないわけではありません。ここではその役割を右サイドバックが担います。3バックの右をサイドバック起用にしていることで、低い位置から攻撃をサポートして幅を確保することができます。さらにそこから縦にドリブルで運ぶプレーも非常に有効です。
相手からすると想定しづらい形になるため、そのまま深い位置まで前進できる場面も多くあります。このように、あえて空けた右サイドを右サイドバックが使うことで、左右非対称な配置でありながら、安定したボール保持と前進を両立しています。次に先ほどの右サイドバックとセットで重要になるアンカーの選手の動きを見ていきます。右サイドバックが高い位置を取ると、そのままでは全体のバランスが崩れてしまいます。そこで重要になるのがアンカーの DMF です。右サイドバックが前に出たタイミングで、この選手がその空いた位置に下がり、3バックを形成します。この動きによって常に3バックの構造を維持しながら安定してボールを保持することができます。ここで重要なのは最初から配置が固定されているわけではないという点です。選手同士がポジションをローテーションすることで状況に応じて柔軟に前進することが可能になります。この流動的なポジションチェンジこそが今回の左右非対称な3421の大きな特徴です。次に CMF の流動性について見ていきます。今回は CMF にボックス2ボックスの選手を起用していることで、状況に応じて様々なポジショニングが見られるようになります。まずはこの場面、プレーメーカーの DMF がサイドに流れてプレーに関与している状況です。ここではアンカーの選手と横並びで立つことで、このゾーンでの数的優位を作っています。
続いてこの場面。ここも先ほどと同じく DMF と同じゾーンでプレイしています。しかしここから OMF が下がる動きと連動してライン間に侵入し、最終的にはラストパスを供給します。続いてこの場面。流れの中で左のセンターバックが高い位置まで出ている状況です。このままでは配置のバランスが崩れてしまい危険な状況ですが、 CMF が最終ラインに下がることで3バックを維持しています。これにより数的優位を作り、安全に次の展開へとつなげます。最後にこの場面。ここでは高い位置を取り、ラインブレイクによって自ら得点を決めています。このように今回の CMF は単純に中盤でプレイするだけではありません。状況に応じて複数の役割を担うことで流動的な攻撃を成立させています。固定的な配置ではなく、周囲と連動しながら役割を変え続ける、この戦術のキーマンとなる存在です。最後にフィニッシュの局面を見ていきます。ここまで解説してきたように、今回の戦術は流動的なポジショニングによってボールを保持し、相手を押し込んでいくことが大きな特徴です。そして最終的にはその押し込んだ状態からラインブレイカーによるシンプルなフィニッシュへとつなげます。基本は裏抜けによるフィニッシュが中心になりますが、それだけではありません。状況によってはセンターフォワードがレイオフで周囲を使いながら崩すプレーも重要になります。中央に人数が多い構造になっているため、シンプルな形で得点につなげられるのが今回の戦術の特徴です。Laser and charged particle beam weapons. Weapons activated. 以上、今回は左右非対称な3421について解説しました。以前紹介した左右対称な3421は、ポジショナルプレイによって安定したボール保持を行う戦術でした。一方で今回は、あえてその対称性を崩し、中央に人数を集めることで、より流動的で厚みのある攻撃を実現しています。左右非対称でありながら、ローテーションによって全体のバランスを維持している点も、この戦術の大きな特徴です。
難易度は少し高いですが、シンプルなポジショナルプレーとはまた違った面白さがあるので、ぜひ一度試してみてください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後も戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。